あなたはいつ死ぬかわからない環境に何日耐えられますか？遡ること81年前の1940年9月21日、ポーランドの小さな村に怒号が響き渡っていました。有無を言わさぬ様子で次々と村人たちを捕らえていく軍人たち。村ではナチスドイツ軍による一斉検挙が行われていたんです。彼らに捕まったが最後、収容されるのは殺人工場として名高いあのアウシュビッツ強制収容所。つまりここで捕まることは死を意味していたんです。そんな中、一人の男性が軍人に話しかけます。すいません、私も収容してください。ナチスドイツのアウシュビッツ強制収容所に自ら収容された男性。彼はなぜいつ殺されてもおかしい場所へ自ら志願したのか。命がけの行動の裏には強い使命感があったんです。おそす、ディズニーランドのソアリンに乗りたいよ、ケンちゃんです。モーニングコールならお任せ。もしもし、みんな起きてる？みやみこです。寝てる。本日皆様にご紹介するのはアウシュビッツ強制収容所についてのお話なんですけれども、ある一人の男性がこの強制収容所を脱走するんです。すごくないですか？でもなんかアウシュビッツ強制収容所ってもう何回もさ、そのナチスが強制収容してたって聞いてるけど、そっから脱出した話は聞いたことないよ。ただものじゃないじゃないの。脱出できるんだっていうね。そうそうそう。今回はですね、ちょっと特殊な理由で捕まった、まあなんて言うんだろうね、詳しくは見ていきましょう。決死の脱走。遡ること81年前の1940年9月21日、ポーランド・オシフィエンチム。のどかな田園風景が広がる小さな村が今回の舞台。この地には殺人工場とも呼ばれたアウシュビッツ強制収容所がありました。ポーランドを占領したヒトラー率いるナチスドイツにより、多くの人が強制的に収容され、命を落とした場所なんです。この日もナチスによる一斉検挙が行われ、市民2000人が収容されました。その中の一人が囚人番号4859番。彼の名前はビトルト・ピレツキです。収容された時、ピレツキは強くこう思っていました。私はここで絶対に死んではならない。必ず生き残る。ナチスに逮捕され、理不尽に囚人になった人々の多くも最初はピレツキと同じように生き延びたいと思ったことでしょう。しかしピレツキは他の人たちと違ったんです。劣悪な収容所の環境に耐え忍ぶだけではなく、生き残るために戦略を立てたんです。ピレツキがまず最初に行ったのは仲間作りでした。収容所にはピレツキの知り合いも収容されていたため、彼らから信頼できる囚人を紹介してもらうんです。繰り返し囚人を紹介してもらい、地道に自身のコミュニティを広げました。こうして仲間を増やすことで収容所内の情報が集まるようにしたんです。マジでプリズンブレイクみたいですよね。次にピレツキは健康維持を徹底。かわいいな。アウシュビッツ強制収容所では朝食としてコーヒーと呼ばれる飲み物が配られました。収容者にとってこのコーヒーは過酷な環境で唯一楽しめる嗜好品。シャワーの後にコーヒーを飲めるという言葉につられ、ガス室に入ってしまう収容者もいるほど魅力的な飲み物でした。しかしその実態はコーヒーとは全くの別物。渋さや苦味がある濁ったお湯だったんです。それでも過酷な環境に置かれた収容者たちはコーヒーもどきのお湯を求め争奪戦を繰り広げていました。しかしピレツキはこの争いに一度も参加していません。なぜなら彼は顔や体がむくんでいる仲間を見て、水分しか摂取せずに体を酷使することが健康に良くないと見抜いていたんです。ピレツキは無駄な争いには加わらず、昼食まで空腹を絶えました。さらにピレツキは健康を維持して生き残るのに労働内容も重要だと考えます。当時収容者には様々な仕事が割り当てられていました。この労働内容によって収容者たちの生存率は大きく左右されたんです。例えば厨房の管理や木工作業所などの屋内作業は屋外の肉体労働と比べ命の危険が減ります。それに加え仕事が途切れずに労働力として重宝されるため、生き残るチャンスも広がりました。この事実を知ったピレツキは自分が屋内労働に配置されるように計画。すでに屋内労働に配置されている仲間に自身を推薦してもらったんです。こうした仲間作りと徹底した健康管理により、ピレツキは収容されてから約3年を生き延びたんです。生き残ろうとする気合が違うじゃない、この人も。なんか確かにあんたも負けてらんないよ、気合に関しては。いや、気合もマックスっすよ、マジで。最近はどこに一番気合かけてるの？仕事っすよね。はい、仕事が変わり恋愛ゼロになり、友達ともあんまちょっと会えなくなってきていて、最近本当にマッチングアプリとかやるしかないんだよ。はい、難しいっすよ。でもヤミコさんはダークネス製でお見合いとかしてるって聞いたんですけど、どうですか？私はもう500回ぐらい再婚してるわよ。
しかしいくら生存率を高める策を練ったところで処刑が決まればどうしようもありません。なんとか生き延びてきたピレツキだったんですが、監視役からは次第に目をつけられるようになったんです。ピレツキの周囲でも仲間が処刑され始め、タイムリミットは刻々と迫っていました。殺されるのも時間の問題だ。危機感を覚えたピレツキはついに脱走の準備を始めたんです。しかし厳格な管理体制が敷かれているアウシュビッツ強制収容所、脱走するには仲間の協力が必要不可欠。そこでピレツキは意外なある人物に脱走計画への協力を依頼しました。ピレツキが協力を頼んだ人物とは、収容者の監視役。監視役の名はヤシェクと言いました。監視役といってもナチス側の人間ではないんです。当時アウシュビッツ強制収容所では収容者の中から監視役を指名し、カポ、副カポと呼んでいたんです。どういうこと？つまりヤシェクは収容者でありながら副カポと呼ばれる収容者の監視役を担っていたんです。ピレツキは副カポのヤシェクが脱走を計画しているという噂を耳にしていました。そこで仲間を介しヤシェクと会う約束を取り付けたんです。こうして出会った2人は意気投合し、一緒に脱走することになりました。そして彼らの脱走計画はいよいよ実行に移されたんです。2人はパン工房から脱走することを計画。脱走当日、ヤシェクはパン工房の前に立つカポに対しこう伝えた。今日から新しく勤務する収容者だ。これまで不名誉となることは何一つしていない。そして疑うような表情で2人を見るカポにヤシェクはお近づきの印として当時貴重だったキャンディーやリンゴ、砂糖などを握らせた。これが正解だった。ヤシェクが起点をうまく効かせたおかげでピレツキは無事にパン工房へ潜入。パン工房には監視役の兵士が複数にいるため、うまく監視役の目を盗みタイミングよく脱走できるかどうかがポイントになってくる。ピレツキは生地をこねるふりをしながら様子を伺うが、兵士が工房をぐるぐると巡回していてはタイミングがつかめない。くそ、予定よりも大幅に遅れてしまっている。ピレツキは次第に焦りを感じ始める。そして深夜2時、ついに脱走するタイミングが訪れた。監視役の兵士がうたた寝をし始め、他の兵士は別の部屋へ移動したのだ。今だ。ヤシェクは監視役の兵士が別の部屋に入るのを確認すると、急いで出入り口に向かい軟禁状を素早く解除。そしてついにピレツキとヤシェクはドアを開けた。自由の世界へと踏み出した瞬間だった。ピレツキってなかなかの作詞じゃないのこの人。ただものじゃないでしょこの人。そうっすよね。生き残るための執念がもうすごいっすよね。でも彼のね本当の正体を知れば、なんで彼がねそんな執念で、収容され続けてね耐え続けているのかっていうのが分かってくるんです。ピレツキの正体。当時アウシュビッツ強制収容所には多くのユダヤ人が収容されていました。第一次世界大戦での敗戦や世界恐慌によって不安定な社会情勢だったドイツは、ヒトラーの不幸の原因はユダヤ人だという暴論によってユダヤ人を迫害していたんです。とんでもねえな。しかしピレツキはユダヤ人ではありませんでした。彼はポーランド人で第二次世界大戦期は将校を務めた人物。なぜそんな重要な地位に置かれている彼がアウシュビッツに収容されたのか。なんとピレツキは自ら収容を志願したんです。自ら入りたいって考えてたの、どういうこと？意味が分かんないんだけど。そうなんですよ。ピレツキはね他のね収容者にはないある使命を背負っていたんです。カルマですよ。カルマ。宿命。何よ。ナチスドイツがポーランドを侵略していた当時、ポーランドには侵略に反抗する市民や活動家が大勢いました。ピレツキも母国を守るために抵抗運動に立ち上がった一人。将校だったピレツキは上官に対し潜入作戦を提案しました。ピレツキが潜入して行うことは大まかに3つ。1つ目は外部からのニュースと物資を収容所内の組織員に伝達すること。2つ目は収容所内の情報を外部に報告すること。3つ目は武装蜂起の準備を進めること。当時ポーランド側にはアウシュビッツ強制収容所の運営方法に関する情報が全くありませんでした。内部で起きている残酷な事態が全く知られていない状態だったんです。そこでピレツキは内部から情報を集めようと思ったんです。さらに収容者による抵抗組織を作ることで最終的にはアウシュビッツを解放したいと考えていました。上官の承認を得たピレツキは1940年9月19日に一斉検挙がワルシャワ通りで行われるという情報を入手。偽の身分証明書を手にしてワルシャワ通りへ出向き、わざとドイツ軍に連行されることで収容所に潜入しました。すごすぎ。潜入したピレツキは収容者として過酷な環境で労働を続けながら秘密裏に地下組織を結成。もちろんピレツキの正体をドイツ軍側は知りません。ピレツキも他の収容者と同様に激しい暴力を受けていました。警棒で殴りつけられ何本かの歯も失っています。それと同時に他の収容者が痛めつけられ命を失っていく様も日々目の当たりにしたんです。アウシュビッツ強制収容所ではいつ殺されるか分かりません。明日も命があるという保証は全くなかったんです。このように精神を少しずつ削られるような過酷な環境に飛び込んだピレツキ。しかし殺人工場と呼ばれた地獄のような場所であるにもかかわらず、彼が精神的に壊れることはありませんでした。マジでめちゃくちゃメンタル強いじゃないこの人。もういくら任務でも普通ならただじゃ済まないわよ。
実際ね、収容所でもういろんなことされ続けて頭おかしくなって、自らね命を絶ってしまった収容者の方々もね、いるんですよ。そうでしょ、普通がそうよね。そんな中で3年以上もピレツキは耐えた超人なわけでしょ。一体どんなメンタルしてんのよこの人。そんなねピレツキの強い精神力っていうのはセンスオブコンフィデンスが関わっていたとされている。また何センスオブコンフィデンス、センスオブコンフィデンス、センス。本日のメトラキーワード、センスオブコンフィデンスについて。センスオブコンフィデンスとは言い換えるとストレス対処能力のこと。このセンスオブコンフィデンスが高い人は過酷な状況でも精神的に健康状態を保てると言われており、次の3つの感覚がポイントになっているんです。把握可能感、状況を理解している感覚、処理可能感、自分なら乗り越えられるという感覚、有意味感、今やっていることは自分にとって意味があるという感覚。ピレツキはセンスオブコンフィデンスの中でも特に有意味感が大きく作用したと考えられているんです。ピレツキを支えていた有意味感とは、母国を救うために任務を遂行しなければならないという使命感なんです。後に書籍化されたピレツキの報告書アウシュビッツ潜入記にも、同胞であるポーランド人を救い非人道的なナチスドイツに反撃するという強い目的意識が綴られていました。なるほどね。この3つの感覚がそのストレスに負けない体力を作る上で重要なんですね。そうなんです。強すぎるストレスっていうのは、体をね壊したり精神を病んだりするんですけど、やっぱ成長のためにはねある程度ねストレスは大事なんですよ。というわけでピレツキは、ストレスとうまく付き合ってたんです。そんなね任務遂行に燃えていたピレツキなんですけど、次第にあることを考えるようになっていったんです。迫るタイムリミット。ピレツキは任務遂行のため収容された当初から着々と地下組織を結成。アウシュビッツ強制収容所内のネットワークを徐々に広げていき、コミュニティ作りは順調でした。ピレツキがポーランド人と分かっていた監査役の中には、任務を遂行するために手助けをしてくれる者もいたんです。ピレツキは秘密裏に仲間とのミーティングを重ね、組織体制を整備拡大。また1942年2月には組織の一人がラジオ送信機を完成させ、収容所内の状況を発信できるようになったんです。ピレツキの任務は順調に進み、彼はポーランド国内軍から放棄の指令が下りることを待ち続けます。しかしピレツキが待てども放棄に必要な武器は輸送されてこないんです。それどころか外部からの連絡が途切れるんです。さらに収容所内の状況報告に使用していたラジオ送信機の使用を深夜に限定していたにもかかわらず、収容所内から情報を発信していることがバレてしまったんです。ピレツキの仲間が処刑され始め、彼自身も命の危険を感じ始めました。刻々と死へのタイムリミットが刻まれていきます。この頃ピレツキの背中を押す出来事が起こりました。それまでは脱獄者が出ると連帯責任で残った人が罰を受ける制度があったんですが、それがなくなったんです。ピレツキはこの変更を受けてアウシュビッツ強制収容所に残る必要はないと判断。脱走を決心し、副カポのヤシェクと手を組みました。それで最初の脱走の場面になるわけね。成功してよかったわね、本当脱走は。とりあえずね、安心ですよね。ですが、しかしバット彼の戦いは、not finished。母国の裏切り。扉をこじ開け脱走を果たしたピレツキとヤシェク。背後から銃声が鳴り響く中、2人は全力で走り抜けたんです。こうして命からがら逃げ切った2人はそれぞれの帰るべき場所へと戻っていったんです。ピレツキはアウシュビッツ強制収容所に家族が収容された人に対しサポート活動を行いつつ、収容所の実態を明らかにした報告書の作成を進めました。そして脱走から約1年4ヶ月が過ぎた1944年8月、首都ワルシャワでナチスドイツからの解放を求めたポーランド人たちによる武装蜂起が起こったんです。もちろんピレツキも参加し、ピレツキはタイの指揮を取ったりドイツ軍を足止めし続けたりと大活躍。10月に国内軍がドイツ軍に潜伏し、蜂起が完全に鎮圧されたせいでピレツキはドイツ国防軍に捕虜として捕らえられていたんですが、1945年にナチスドイツが崩壊したことでようやく解放。しかしピレツキの戦いは終わっていませんでした。実は第二次世界大戦当時、ポーランドはナチスドイツだけではなくソ連からも侵略されていたんです。ソ連はポーランドで大量虐殺や不法捕虜を行っていたんです。そしてポーランドはナチスドイツからの解放後もソ連の影響下に組み込まれました。母国ポーランドを取り戻すために再び立ち上がったピレツキ。ソ連がポーランド侵略時に行った数々の残虐な行為を明らかにするため単独で調査を開始。それほど愛国心の強い彼だったんですが、なんとも悲しい結末を迎えるんです。ピレツキは母国ポーランドによって処刑されたんです。ピレツキはソ連の影響下に置かれたポーランドの臨時政権に目をつけられ、再度投獄されました。ポーランド何やっとん？いや、嘘でしょ。命がけで自ら収容所入り入って国のために尽くしてたのに、これはないわよ。そうなんですよ。強靭なねメンタルのピレツキだったんですけど、自分がね今までねもう母国のために頑張ってたのにね、その母国に裏切られたことで、それはさすがにねピレツキも耐えれなかったんです。耐えなかったんだ。
投獄された後、ピレツキは半年に及ぶ尋問を受けました。アウシュビッツ強制収容所にいた頃の勝ち気な表情はなくなり、たくましかった肉体は無残なものになりました。それでもピレツキは他の囚人を守るため、機密情報は明かさなかったというんです。1948年3月3日、ワルシャワ郡地方裁判所でピレツキの裁判が始まりました。しかし、検察の主張を覆す弁護活動や事実認定を争うことは禁止。ピレツキに不利な状況で裁判は進行していくんです。もはやそれ裁判じゃないですよね。そう、この裁判は臨時政権に抵抗する者たちへの見せしめ裁判だったんです。もう最悪。裁判の結果、ピレツキに言い渡されたのは死刑。1948年5月25日、ピレツキは銃殺されました。強い愛国心と使命感で命を懸け何度も戦ったピレツキ。その最後は愛する母国によって抹殺されるというあまりに悲しい結末。強い使命感を持ち、我が国の自由を求め戦い続けたピレツキの悔しさは計り知れません。ピレツキが亡くなって42年後の1990年、ポーランド司法はピレツキを死刑とした判決を無効とすることを発表し、ピレツキの名誉回復のための活動が急ピッチで進んだんです。遅えな。ピレツキは現在ではポーランドの英雄として称えられているんです。いやもうね、ピレツキすげえもう強靭なメンタルすぎて、もうなんかやっぱかっこいいっすね、こういうね。そう。はい。で、なんか全然話は変わるんですけれども、僕、マーケティングをね、やってる会社をね、経営してるんですけど、ちょっとそこで中国語が喋れるインターンだったり正社員の方募集してるんで、ちょっとよかったら概要欄からね、ウォンテッドリーからパンクシーっていう会社を調べていただいて応募していただけると嬉しいです。あと普通に中国語喋れなくても日本語だけのマーケターもね募集してますし、普通に求人募集しちゃった